はい、皆さんこんにちは、さやこです。いつも動画を見てくださって本当にありがとうございます。インスタのフォローやコメントなども励みになってます。ありがとうございます。今日はこちらの夏にぴったりのバッグの作り方をご紹介します。これもシンプルな編み方をずっと繰り返していくだけなので、初心者さんにも向いているんじゃないかなと思います。肩紐部分も紐を取り付けるだけなので、数時間あれば完成するものになってます。はい。楽しんでいただけたら嬉しいです。では始めます。はい。今日使用していくものは、コットンラフィア200メートル 90g、カラー番号301のものと、180メートルのお好みの紐、とじ針、4号の針、マーカー、ハサミを使用していきます。はい。一番最初、針に糸をかけ、クロスさせます。で、引き抜いて、で、ここからスタートします。鎖編み61目数えながら編んでいきます。61目編めました。で、私の場合はちょっと編み方を見せるだけなので短めになっていますが、皆さんは61目編んでください。はい。そしたらこの61目のところを指で押さえた状態でプラス鎖5目します。はい。5目編んだら、今指で押さえてるところから1、2、2つ目のところに編んでいきます。針に糸を2回巻きつけて、このさっき爪で押さえてたところから1、2、2つ目のところに針を入れます。で、糸を持ってくる。で、最初の2本を引き抜く。また最初の2本を引き抜く。すべて引き抜く。これを長々編みと言います。そしたら鎖編み1回して、1つ飛ばして2つ目に長々編みを編みます。針に2回糸を巻きつけて、糸を持ってくる。最初の2本、最初の2本。で、すべて引き抜く。鎖編み1回して、針に2回糸を巻きつけて、1つ飛ばして2つ目に針を入れ、糸を持ってくる。最初の2本、最初の2本、すべて引き抜く。はい。この編み方を端っこまでですね、編んでいきます。はい、一番最後まで編めました。で、最後の編み目は長々編みを編む形で終わっています。で、もし鎖編みの数え間違いで一つ多かったりした場合は、そこだけ編まずに飛ばした状態で、やり直したりとか特にしなくても大丈夫だと思います。はい。そしたら鎖編み1回して、今長々編みが1回編まれているこの鎖編みの一番最後のところですね。ここにもう2回長々編み、鎖編みをもう2回編んでいきます。今鎖編み1回終わってて、針に2回糸をかけ、同じスペースに針を入れ、糸を持ってくる。最初の2本、最初の2本すべて引き抜く。鎖編み1回、針に2回糸をかけ、同じスペースに針を入れます。で、最初の2本、最初の2本すべて引き抜く。はい。これで同じ編み目に3回編めたら、鎖編み1回して、次は同じ編み目ではなく、ここの長々編みをした根元、鎖編みのところに針を入れ、長々編みを編みます。はい。で、鎖編み1回して、隣のこの長々編みの根元の鎖編み、
こういう形で一番最後、この長編みをもうすでに編んでいるこの鎖編みのスペースまでこの編み方を続けて編んでいきます。はい。ここの長編み、すでに編んでいるところの鎖編みに長編みが編めました。で、今鎖編み1回してて、そしたらもう一度長々編みをします。ここ今編んだところなんですが、鎖編み1つ飛ばして、この2つ目のところに長々編みを編みます。はい。そしたら、ここが一番最後の鎖編みになるんですが、角になるところですね。ここはもうすでにこの細編みで長々編みを1回していることになっていて、また今長々編みを1回したので、もう1回同じスペースに長々編みを編みます。はい。で、鎖編み1回して、鎖編み1、2、3、4、4目目に引き抜き編みをします。はい。そしたら立ち上がり、鎖編み5目。5目編んだら、長々編みを隣の頭に編んで、で、鎖編み1回して、また隣。という形で、どこまでこれを編むか。一番端っこ、同じ編み目に長々編みを3回編みました。この3回編んだうちの1回目のところまで、長々編み1回、長々編み、鎖編みという編み方を繰り返していきます。ここまでですね、編んでいきます。ここの角、一つの編み目に長編みを1、2、3回したところ、ここすべてに長々編みを2回ずつ編んでいきます。同じ編み目に長々編み、鎖編み、長々編み、鎖編み。またここも同じように。なので今この3目あるところが6目になります。はい。まずこの3目編んだところの1目目。長々編みを1回、鎖編み、で、もう1回編みます。で、鎖編み。はい。そしたら、このさっき1ロー目で編んだ長々編み2目目にも2回編みます。で、鎖編み。で、最後、3目目の長々編みの頭にも2回編みます。はい。そしたら、鎖編み1回して、で、この次からは1つの編み目に1つずつ長々編みを編んでいきます。で、どこまで編むかなんですが、一番この端っこも1ロー目で長編みを1、2、3回したと思います。で、ここの3回目は鎖編みの部分になってます。ここの3つに長々編みを2つずつ編んでいくので、この3つ編んだうちのこの一番最初の長々編みのところまで1つの編み目に1つずつ編んでいきます。で、長々編みを2目ずつ編んでいきます。この一番角の3目ですね。2回鎖編み1回。で、一番この
角3つに2目めずつ入れるんですが、ここの3目めのところはもうすでにこの立ち上がりの鎖編みが入ってるので、ここの3目めだけは長々編み1回になります。はい。そしたら鎖編み4目めの頭に引き抜きます。はい。で、そしたら鎖編み5回して立ち上がります。はい。で、また長々編み1回、鎖編み、長々編みと編んでいくんですが、どこまで1つずつ編むかというと、角1つの編み目に長々編みを2回編んだところがあります。それの一番最初にマーカーをつけておきます。はい。ここの編み目は1、2、3、4、5、6角が6個になっていて、ここのマーカーつけたところまでは長編み1回ずつ編んでいきます。はい、マーカーのところまで編めました。そしたらこのマーカーつけたところ1、2、3、4、5、6、6目め、ここも一応マーカーをつけておきます。はい、そしたら一番最初、このマーカーつけたところには長々編みを2回編みます。で、鎖編み1回。で、もう1回同じ編み目に編みます。はい。そしたら次の編み目には長々編みを1回。で、鎖編み1回。で、その次、隣には長々編みを2回編みます。1回、2回、鎖編み1回編んで、で、次は長々編みを1回だけ編みます。長々編み1回、鎖編み1回。で、隣には長々編みを2回編みます。で、鎖編み1回して、もう一度長々編みを編みます。で、鎖編みして、一番最後、このマーカーつけたところには長々編みが1回になります。次からは鎖編み1回、長々編み1回、鎖編み1回という編み方を編んでいきます。で、どこまでその編み方をするかなんですが、この反対側の角も1つのこの3つの編み目に2つずつ長々編みを編んでいます。で、ここの一番最初、2つ編んだうちのここの一番最初の頭にマーカーをつけておきます。はい。で、ここでは一番最後はここの鎖編みになってしまうので、ここだけマーカーをつけます。で、マーカーのところまでは長編み1回、鎖編み、長々編み1回、鎖編み1回を編んでいきます。はい、マーカーつけたところまで長々編み、鎖編み1回ずつを編んできました。たらマーカーつけたところは長々編みを2回編みます。と鎖編み1回でもう一度長々編み、鎖編み、はい。で次の編み目には長々編み1回になります。で鎖編み、次の編み目には長々編みが2回になります。鎖編みでもう1回長々編みで鎖編みで隣には長々編み1回、鎖編みで隣には長々編みが2回になります。
最後、ここはもうすでに鎖編みが入っているので、このまんま鎖編み4目のところに引き抜きます。はい。はい。こういう感じでちょっと広がっている形ができていると思います。はい。で、増やし目はもうここまでになります。3段使って増やし目をしていきました。で、この後、プラス12段は編み目、増やし目なしの普通の編み方をしていきます。立ち上がり5目の長々編み、鎖編み1回でまた隣に行って長々編み、もう一つの編み目に一つずつ長々編み、鎖編み、長々編みを繰り返していきます。はい、これを全部で12段になるまで編んでいきます。はい、増やし目をして底を作った後、全部で12段、一つの編み目に一つずつ長々編みを編んでいきました。で、一番最後、鎖編みを1回して、鎖編み4つ目に引き抜き編みをします。で、もう一度鎖編みをして糸を切ります。はい。そしたらマーカーをつけていって、あともう2段こう別で高さを出していきます。で、こう半分に畳んだ時に一番端っこに来る、こう綺麗に畳んで、一番端っこをこう一つこう飛び出る編み目があると思います。そこから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12目目にマーカーをつけます。で、反対もこの一つ飛び出てる編み目から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12目目にマーカーをつけます。そしたらマーカーつけたところに針を入れ、一度針にかけクロスさせ引っ掛けます。輪っかを作ります。で、この状態で糸を持ってきて鎖編み5回。はい。5回編んだらまた針に2度かけて糸をかけ長々編みを編んでいきます。鎖編み1回して隣に移って長々編み。はい。これを反対側のこのマーカーつけたところまで編んでいきます。はい。マーカーのところまで編んできました。最後、マーカーつけたところに長々編みを編んでいきます。はい。そしたらもう一段編みます。立ち上がり、鎖編み5目して、で、またぐるーっと反対側まで編んでいきます。はい。一番最初は鎖編み5目下打ちの4目目に長々編みをします。はい。で、2段編んだところでを切ります。はい。で、反対側も同様12目目にマーカーを
前と後ろ両方つけて、で、長々編み、鎖編み、長々編み、鎖編みを2段繰り返していきます。はい、最後まで編めました。で、ここでは糸を切らずに、この後、縁の部分を整えていきます。で、一度鎖編みをして、この長々編みをした頭に針を入れ、細編み。で、隣のこの鎖編み1回したスペースに細編み。で、また長々編みの頭に細編み。という形で細編みを1目ずつ編んでいきます。で、反対側のここの角まで編んでいきます。反対側の角まで編めました。そしたら、ここのスペース一度細編みをして、鎖ここ5目したと思うんですが、1、2、3、4、4目目に針を入れ、細編みをします。はい。そしたら向きを変え、ここの鎖編みしたスペースに細編みをもう3回します。はい。そしたら今度ここ、隣のスペースにも細編みを4回。はい。4回編んだらまた向きを変え、で、次、ここのまっすぐの編み目に編んでいくんですが、ここ、角に当たるここの長編みの頭に一度引き抜き編みをします。はい、引き抜き編みをしたら、次、隣のここの鎖編み1回したスペースにまた細編み。長々編みの頭に細編み。鎖編み1回のスペースに細編みとまた1つの1つずつ細編みを編んでいきます。はい、ここまっすぐ編んでいきました。で、もう一度やると、ここの長々編みの頭に一度だけ引き抜き編みをして、で、ここの鎖編み立ち上がりのところに細編みを4回。で、細編み4回したら、次ここの段では、細編みを1回細編みを3回して、で、4つ目が鎖編み、今ちょっと隠れてしまってるんですが、4つ目のところに針を入れ細編み。で、もう一度、ここの、スペースに細編み。はい。なので、一応ここのスペースには細編みを5回したことになります。鎖編み1回分の細編み1つと、細編み4つっていう形になります。で、また隣、長々編みの頭に針を入れ、細編み。で、鎖編み1回のところに細編み。また頭に細編み。と、反対側も同様にぐるーっと一周ですね、編んでいきます。はい、最後まで編めました。一番最後は、ここのスペースに細編みが3回になってます。もう一番最初、始まりに2つ編んでるので3回になります。で、一番最初の細編みの頭に引き抜きます。で、一度鎖編みをして、で、糸を長めに切ります。そしたら糸処理をしていきます。糸は隠れればいいので、こういう感じで細編みを編んだところに
針を通して糸を隠していきます。で、他の場所も糸処理していきます。はい、糸処理ができたら紐を通していきます。で、お好みの紐を180センチ用意してもらって90センチずつ切ります。はい。そしたらここの一番角の部分のスペースにこのように糸を入れます。で、カバンの向きはこう逆さにしといてください。そしたらこの糸端を20センチぐらい残した状態でこう糸を持ってきてこの輪っかに入れます。はい。で、そしたらまたさっきと同じように糸端をこう左に持ってきて、で、ここですね。ここではなく、ここの下に糸を通します。はい。そしたら引っ張ります。糸端とこの長い方の糸をこう引っ張ります。はい。反対側もこのように糸を通します。で、こっちが右側が糸端20センチ。で、この状態で横に持ってきて、で、糸を通します。で、この時に少し糸を締めて、で、また再度こう横に持ってきて、ここのスペースで糸を持ってきます。で、切れ端と長い方、つながっている方の糸を両方こう引っ張ります。結構力いっぱい引っ張ってください。はい。これで取っ手の部分ができました。で、反対側も同じような結び方で結んでいきます。両方とも持ち手の部分がつけれたら、ここの長さを整えます。はい。これで完成になります。はい。動画最後まで見ていただいてありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか？気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価で応援していただけると嬉しいです。またコメントなどもお待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。